はい、皆さんこんにちは、デッキンです。今日はですね、夏本番になる前に NBOX で車中泊に行こうと思って動画を撮ってます。今回の動画見ていただいたら、今回本格的にこの NBOX で車中泊していきますので、NBOX とかこういうワンボックスの軽4を持っている方はどんな感じで車中泊していけばいいのかなというふうに迷ってらっしゃる方もいるかもしれないんで、今回の動画参考になるかと思いますんでね、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは車中泊の情報や車中泊をするための DIY、または便利グッズの紹介なんかを行ってますんで、興味のある方はね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、車中泊に行く前に今回ちょっと持っていく装備をね、紹介していきたいと思いますが、今、フロントにあるこの傘型のシェードですね。アルファードでも導入しているやつです。アルファードは汎用比だったんですが、こちらはなんと車種専用、NBOX 専用のシェードになってまして、見ての通り、もうガラスの形、ほぼぴったりに埋まってます。で、外から見てももう隙間なくバッチリ合ってるので、このシェードなんですけど、後ほど Amazon のページの動画をつけておくんですが、車種専用っていうこともあって、いろんな車種のものが売られてますので、自分に合った車種がひょっとしたら見つかるかもしれないんで、ぜひね、確認してみてください。こちらですね、JF3 のものだったんですが、この NBOX は JF1 という初代の NBOX のモデルになるので、若干形が違うかなと思って、ちょっとね、冒険ではあったんですが、見事ガラスの形は合ってますし、ここの柄の部分が360度くるくる回って、こんな感じで折れ曲がったりするので、ある程度の融通は効くんだなという感じで、今回設置しております。なぜこれを導入したかといったら、専用シェードで前、こんな感じで吸盤を貼り付けたんですけど、特にこのフロントのガラスに吸盤の跡がついちゃうのが嫌だなっていうことと、展開がめんどくさいっていうことと、かさばるっていうところもありまして、これを導入しました。これだったら、普段こういったところに置いといたとしても、これ専用の袋なんですけども、これぐらいの長さしかないので、非常にコンパクトに持ち歩くことができるので、これからの季節、日差しがめちゃくちゃきつくなるので、このアイテムは必須だと思うんですね。車中泊でもいいアイテムだし、日常使いにも必須アイテムということで、今回これを導入したので、こいつを連れて行きます。でですね、もちろん、まだ夜はちょっと涼しくなるとはいえですね、やっぱり扇風機は必須だと思うんで、今回この羽合の扇風機連れて行きたいと思います。で、助手席の窓をちょっと開けて、風通しを良くしてから、こいつで空気を循環していくんですけども、網戸、まだ買ってないんですよね。で、虫はもちろんいるんですよね。でも、こいつ、前の動画でも紹介したんですが、なんと超音波で虫が嫌がる音を発することができるっていう形で、ちょっとこいつの威力をね、試していきたいと思いますんで、これで一晩つけて寝てみて、起きた時に虫刺されどうだったかとか、虫は侵入してきたかとか、ちょっとその辺をレポートしていきたいと思います。はい、そしてこちらですね。ポータブル電源と冷蔵庫。一応ちょっと食材を持ってって簡単な車中飯を作ろうかなと思ってるんですが、今回使うポータブル電源は 2048Wh の大型のポータブル電源。これ入るかなと思ったんですが、この NBOX のこのトランク部分にジャストフィットだったんで、冷蔵庫とこのポータブル電源がもうバッチリ入るので、今回これを使っていってやっていこうと思います。ちょっと小さめのやつしか入らなくて、新しいポータブル電源必要かなと思ったんですが、2048Wh の大容量のポータブル電源が入るのであれば、もうバッチリだと思います。なので、今回はこの設備でやっていくという形になりますので、ぜひね、見ていってください。よろしくお願いいたします。はい。それではね、行く前にこちらのシェードの Amazon のページを参照にしながら、説明してますので、そちらまず動画に差し込んでから目的地に行きたいと思います。どうぞ。はい。今回ね、導入したシェードなんですけども、こんな感じでいろんなメーカーがあるんですよ。フリード、ダイハツタフト、ホンダ NBOX JF3。今回私が導入したやつですね。で、ホンダベゼル、トヨタ RAV4 とか、めちゃくちゃ車種がいっぱいあるんで、自分の合う車種なんかをね、これで見つけてもらって買ってもらったらいいかなというふうに思うんですけど、値段が一律3680円という形で、紫外線 UV カットっていう形でね、何より車種専用なんで、見ての通りですね、さっきも見てもらったんですけど、とにかく漏れがないというか、もう全面のガラス全部覆うことができるんで、今回これを導入した次第です。メーカーさんはブルーシーテックっていうメーカーさんで、基本的には先ほど紹介した車種が適合するので、結構適合する人多いんじゃないでしょうか。こんな感じであるので、ぜひこちらの商品ですね、概要欄の方に貼っておくので、ぜひ確かめてみてください。もうすぐ目的地に着くんですけど、軽4っていうのはね、やっぱり取り回しが非常にいいので、狭い道でもスイスイ行けるっていうのはいいですね。今ここ、高架下の狭い道をスイスイ行ってるんですけど、アルファードでも全然行けるんですけどね、やっぱり軽4っていうのは本当に狭い路地とかもスイスイ行けるし、運転にストレスがないっていうのが一番だと思います。それでいて、この車内はこんな感じで、ちょっとした秘密基地みたいな感じになってるので、こういうところがね、やっぱ男心をくすぐるというか、完全にがっつり改造していくのもいいんですけど、普段は日常使い、そして週末は車中泊しようっていうね、こういうね、ギミックっていうのもなかなかいいんじゃないでしょうか。はい。
じゃあね、近くになってきたんで、目的地に着いたらシェードも貼ってセッティングして晩ご飯の準備していこうと思います。はい、なんとですね、車中泊マップに載ってたところ、なんかパッと見車中泊できなさそうだったんで、もうこのコインパーキングにします。新幹線の高架下のコインパーキングですね。1泊500円だったんで、もうここにしました。もうこればっかりはもう仕方ないですよね。近くにコンビニもあるし、トイレもあるので、ここで車中泊することに決めました。というわけで、ここでちょっと邪魔にならないようなところに止めてですね、簡単にセッティングして車中泊していきたいと思います。はい、ということでですね、N ボックスをここに止めました。近くにセブンイレブンもありますし、こっちに家族でよく行くイオンタウンもありますんで、まあまあ、基本的には事欠かないかなと思うんですけど、いや、残念でした。本当はちょっと静かなところで車中泊したかったんですけど、急遽ね、どっかないかっていう風に探し回ってたんですけども、こういうところぐらいしかなくて、一応1泊500円のタイムズなんで、ここで止めて静かに車中泊させてもらおうかなと思ってます。今からこれセッティングしてですね、まず目隠しセッティングして、そしてあっちのセブンイレブンの方で何か食事を買ってですね、車内でゆっくり食べていきたいと思います。はい、というわけで、セッティングが終わりました。まあ、そこそこね、やっぱ時間かかっちゃいますよね。こんな感じで閉めましたら、扇風機の LED ライトがめちゃくちゃいい感じですね。前までこのランタンとここのバーライトしかなかったんで、ちょっと暗かったんですけど、その助手席の部分がね、雰囲気出てめちゃくちゃいい感じですね。で、助手席と運転席の窓はちょっとだけ開けて風通しを良くしてます。で、あいつは虫が嫌いな超音波を発してもらっております。はい。で、今弱風で回してるんですが、いい感じに車内風が循環して涼しくて気持ちいいです。そしてもう夜何時だ ?8 時ですね。まだ何も食べてません。食料調達行ってきます。とりあえず。気温の方は25度ぐらい。
不思議とそんなに暑くないですね。調理してたら多少気温は上がると思うんですが、この狭い車内で調理器具といえば、もう本当にこの片手電気鍋で炒める、煮る、全部できるんで、全然いいかなと思います。先にちょっと炭酸水飲んで。美味しい。調理スペースなんですけど、この状態ですね。この机プラス、ちょっとした座る椅子があるおかげで、そこそこ作業性はいいのかなと思います。この机の高さもちょうどいいし、持ってきた、こういったパソコンなんかでね、YouTube を見たりとか、動画編集もできるんで、めちゃくちゃいい感じだと思います。車内の明かりに関しては、バーライト、扇風機のライト、このライトで、そこそこしっかりと明かりは取れてるので、この NBOX 自体の秘密基地感はめちゃくちゃ出てるように思います。あとはね、これができたらちょっと食べていって、ゆっくりしてからね、もうあと寝るだけっていう感じですね。じゃあ早速いただきます。いや、美味しそう。めちゃめちゃ腹減ってた。もう8時20分です。久しぶりに辛ラーメン食べたな。めっちゃ美味しいです。ポータブル電源の残量ですね。残り 71% ということで、これ 600W の電力を使う鍋なんですけど、やっぱりね、300W の R600 ぐらいだったら多分もうほとんどなかったと思います。で、実際この照明も取ったりとか、いろいろ電気は使ってるんで、それを考えたら、やっぱ大きい電源持ってきてよかったなというふうに思います。久々に食べるこの辛ラーメンめちゃくちゃ美味しくて、しっかり食べてね、あとは車内でくつろいで寝ていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。いやー、美味しかったな。たまにはね、こういうインスタントラーメンもいいですね。普段はあんまり食べないんですけど、もうちょっとちゃんとしたものを作りたいなと思ってたんですけど、急遽車中泊場所が変更になったりとかして、結構手間取りました。一応今回掃除道具としてはもうキッチンペーパー、ティッシュペーパーとこういったアルカリ電解水しか持ってきてないんで、これでちょっと綺麗にしていこうかなという感じですね。やっぱり洗い物ができない車内なんで、一つやっぱこういったアルカリ電解水だったら便利ですよね。残った食材は冷蔵庫に入れて持って帰って家で食べたいと思います。はい、片付けも終わりまして、パソコンを展開して、ドリンクホルダーここにあるのもいいですね。こんな感じで、もう完全に秘密基地の部屋に様変わりしました。調理時はこちらに座ってたんですけども、今ベッドに座ってくつろいでます。常時くつろぐにはこっちの方が楽ですね。っていうのは、やっぱりこっちに座ってたら右手がこう壁に当たっちゃって、ちょっと窮屈かなと思ったんですが、調理する分にはね、特にそんなに不自由はしなかったんですが、基本的にやっぱりね、両手が伸ばせて自由に広々と作業できる方がやりやすいかなというふうには思いますが、この状態にしてたらですね、どうしても入り口を防いじゃうので、どうしても運転席側が入り口になっちゃうんですけども、常時この展開でもいいのかなというふうには思いましたが、やはり移動中は紐で縛っておいて、ここを常時開けておくのが一番いいのかなというふうに思いました。じゃあ、時刻の方が9時前なんですが、気温の方が26度、湿度 63%、暑いです。で、この扇風機をね、全開で回しつつ、助手席の窓、運転席の窓、ちょろっと開けて換気をしてるんですが、暑いですね。夜どうなるかちょっとわからないんですが、これでちょっと過ごしていきつつ、寝て、明日の朝、感想言っていけたらなと思っております。さすがに、6月に入っちゃったんで、クーラーいるかなって感じはしますね。調理してたらめちゃくちゃ暑いし、辛ラーメン食ったのがちょっときつくって、やっぱ辛いもの食うと汗が噴き出してきて、今非常に体がほてってる感じです。とはいえ、それでも26度。朝方になったら何度ぐらいになるんでしょうね。それも楽しみです。じゃあちょっとね、今から動画編集なんかの作業をして、ゆっくりしていきたいと思います。
はい、さっきちょっとね、外を散歩行ってきて、中帰ってきたらめちゃ暑いですね。ちょっとやっぱ中がムシムシしてるなっていう感じがします。この軽温自体がちっちゃくて空気がこもりやすいっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱりね、この季節はそろそろこの扇風機だけでは限界なのかもしれないかなと思いつつも、この扇風機めっちゃいいです。風が強い。しっかり風が来ます。バッテリー式とは思えないぐらい強いです。これはね、導入してよかったなと思いますね。そして、この机。今、さっきずっと YouTube を見たりとか、PC 作業してたんですけど、全然この机でやれます。この机めちゃくちゃ使いやすいですね。やっぱりベッドに座って作業する方が断然作業はしやすいんですが、この冷蔵庫とか、こっちの道具を取りにくいっていう難点はあるので、その辺だけちょっとどうしようかなっていう感じですね。はい。そんな感じで、だいぶムシムシしてるんですけど、外は結構涼しいんで快適なんで、中に入ってきたらうわってなるんですけど、中は中でね、別に我慢できないことはないです。前の灼熱の夏の車中泊に比べたらもう全然マシなんで、まあ水分しっかり取りながらですね、寝ていったら大丈夫なのかなと思いますんで、もう今日はね、これで寝ていこうと思います。寝て明日の朝感想を言っていきたいと思います。はい、それでは寝ていきましょう。さあ、寝よう。おやすみなさい。はい、おはようございます。駐車場から出て、近くのもうすぐそこのセブンイレブンに来ました。夜はですね、寝るとき結構暑かったんですけど、本当にどんどん時間が経つにつれて涼しくなってきて、なんと現在の気温が21度ということで、肌寒かったですね。肌寒かったんですけども、掛け布団持ってきてたおかげでね、快適に眠ることができました。本当に、やっぱ N ボックスね、やっぱり走る秘密基地みたいな感じで、非常にワクワク感を高めてくれる、アルファードとはまた違ったいい車両だなというふうには思うんですけども、やっぱり車内がちょっと狭いだけあって、どうしても取り回しが不便だったりとかはするんですが、一人で軽く車中泊旅に行くには最高の車両なんじゃないでしょうか。その分持っていく荷物とかも限られちゃったりはするんですけども、これはこれで味っていうことで、車中飯とかそんなにこだわらなかったら全然やれるんじゃないでしょうか。車中飯の作りやすさとか、その辺は全然アルファードの方が全然上だと思います。どうしても持っていく調理器具とかも限られてますし、その辺を考えながらね、使い分けていこうかなと思います。今日はコーヒーを立てる道具を持ってきてなかったのに、セブンイレブンでコーヒー買いました。はい。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。車種専用のシェードが非常に良かったです。アルファードって汎用性なんで、どうしてもちょっと隙間ができたりしてるんですけども、これはもう隙間なく、もうびっちり埋まるんで、目隠しにも最適だし、これからの季節絶対必要になってくるので、今回導入したんですけど、これは非常に良かったなと思います。そして何より良かったのが、扇風機がね、良かったです。風も強いし、バッテリーも一晩十分持ってくれましたし、何より、この N-BOX はアルファードに比べて照明が充実しないんで、これ一つあるだけで全然照明代わりにもなりますし、非常に良かったです。虫は、まあ、入ってきた感じではなかったかなっていう感じで、というのは、ちょっと窓開けてるだけでね、車中泊してたら昔、蚊がすごい入ってきて嫌な思いして、もうそこで車中泊中断したことがあったんですけども、今回はそんなことはなく朝まで快眠できましたね。はい。そんな感じでした。で、来週はですね、僕の車中泊友達が京都で RV パークを作ったということで、今回それを取材しに行くんですけども、京都のね、金閣寺からなんと徒歩15分というところで、京都観光をしつつ、しかも車中泊できる RV パークってなかなか希少な場所だと思うので、それをね、しっかり掘り下げてね、紹介していこうと思うので、ぜひ興味のある方ね、来週の動画も見てください。はい、ということで今回は N-BOX で車中泊をした動画だったんですが、いかがだったでしょうか。ちょっと今回は軽く料理もしてみたんですが、その料理の使い勝手とか、換気扇とかも含めて、ちょっといろいろ改造が必要だったかなと思うんですが、おおむね車内のこのレイアウトはこれで決まってきそうな感じがしますので、ぜひね、ボックスタイプで車中泊されている方、参考になったら幸いです。あと、ポータブル電源も 2048W の大型ポータブル電源持ってきてよかったです。電気をね、気兼ねなく使えて、クーラーとかは使えないんですけど、調理家電とかこういった生活家電を使っていく分には一晩十分持ちますし、あとは走行充電を整えてあげれば、この車で旅できる仕様になるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、今回これで動画の方を終わっていこうと思います。今回の動画良かったな、参考になったなと思った方は、ぜひグッド評価で応援していただくと、今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の日曜日またお会いできたらと思います。ご視聴どうもありがとうございました。